達也です。本日はポンド円をテーマに2024年度の展望を私個人の解釈を持って話していきたいと思います。はじめに今回の動画は昨日アップしたユーロドルの動画と同様に月足にキャンドルスティックのみを表示してプライスアクションの視点から話していこうと思います。まず本年初頭にアップした動画のまとめがこちらになります。なお一部始終ご覧になりたい方は概要欄にリンクを貼ってありますからそちらからご視聴いただけましたら幸いです。個人的な見方として来年2023年度は黒線全般にも言えますが上期調整継続、下期については上期の動きを参考に何らかの形でサポーティングゾーンの確認ができれば従来トレンドへの回帰、逆に割り込みがあれば頭打ちの判定はできないとしてもプライスの切り下げは視野に入ってくると考えています。来年以降の相場はサポーティングゾーンの確認後に切り返しが観察されればメインの抵抗ゾーン付近への再度トライ、こちらですね、第一シナリオと据え置き、逆に先ほどの直近相場でのスパイクローが示した重要な支持ライン、またメインのサポーティングゾーンであるこのようなトレンドライン付近への割り込みが正式に確認されれば、来年度における上値トライの概要性はほぼないというのが私個人の第2シナリオからの結論になります。以上の内容はいささか逆説的なものになりますが、最もシンプルな見方としては上昇トレンドが継続されていることから原則的には上値トライの蓋然性が高く合理性があると考えています。はじめにポンド円の長期構造を簡潔に見ていきますと、この付近が2012年の初頭からこの付近が2019年の9月安値を結んだ長期のサポーティングゾーン、そしてこの付近が1998年8月の高値から2015年の6月の高値、これらを結んだ長期抵抗ゾーンから示されたように大型のトライアングル保ち合いを形成していたのが昨年末時点の相場になります。そして本年2023年度の相場は長期間にわたって維持されてきた保ち合いを約24年ぶりに上限ブレイクしたわけになります。現在の値位置としてはこちらの2007年の最高値から2011年のこちらの最安値をこのようにフィボナッチリトレースメントを表示してみますと、この下落に対する 50% ゾーン付近でおおむね推移されているということがわかります。そしてより直近の相場を見ていきますと、このように約2年以上にわたって高値圏における保ち合いが観察されていたわけです。ですから本年度の相場は2年間の保ち合いを上にブレイクしたということ以上に、今後のマクロ相場が長期構造に変化を与える外是性を一層強めたという解釈もできますが、あくまで来年度以降のフェイクセットアップのサインがないということが前提になります。そして2023年度は全体感としてはこのように上期に力強い続伸があって、下期はこの上昇に対するスピード調整という動きが見られました。プライスアクションの視点を持って見ていきますと、先ほどのレンジブレイクを達成したのがこちらの6月の長大線になります。さらに7月のスパイクローを踏襲できずに8月9月の経線が値幅を限定しました。そして10月のスパイクローがフェイクセットアップのサインを点灯して11月の続伸ですから、ここは本来的には上値追いが見込まれたわけになります。しかしながら12月の相場は反落して安値更新で引けたわけですね。一つの参考として、こちら2019年末の高値から2022年の4月高値を結んだ抵抗ゾーンの存在をこのようにテストしたことが読み取れます。ですからしばらくの間上値トライが休止されたという解釈が妥当であると言えます。したがってこれら一連の動きをもって来年度2024年における相場の目先のトライの参考としてはやはり本年度の6月ですね。こちらの経線が前後6ヶ月のランウェイアップを示唆しています。つまりこれの安値173円前半は基本的にトライがあると見ています。むしろその場合に支持ラインと確認した上で切り返しの有無がポイントになると言えます。なぜならこの付近が急騰前の重要な抵抗ゾーンだったからになります。ですからここは一つ来年度以降のチェックポイントになるでしょう。最後にまとめになります。以上の前提を加味した上でポンド円の2024年度の展望として現時点3つのシナリオに大別されると考えています。第1シナリオとして上期早期切り返しからレンジの上限にシフト、この場合のレンジの上限というのが直近の最高値ですね。そして第2シナリオとして上期調整続落から
下期切り返し。最後に第3シナリオとして上期から下期にかけて一貫した続落というシナリオになります。1つ目に関しまして蓋然性はやや低いでしょう。理由は行き過ぎの修正が解消されるための条件としてポジション整理、つまりロングポジションを不良として指示確認をすることが最低限必要であると考えているからになります。そして第2シナリオとしては先ほどの第1シナリオを踏まえるとやや現実性があると言えます。ただし日本銀行の金融緩和修正を考慮した上で、現在ひいては来年度以降の相場として円の買い戻し、こういったものがトレンドになることは一つ視野に入れたいと考えています。最後に第3シナリオに関しましては先ほど申し上げた2つのパターンを総合的に勘案しても現時点において蓋然性はそこまで高くないと考えています。理由は長期構造及び中期相場が達成したこのようなレンジのブレイク、こちらがフェイクになるといった根拠が現時点何らか点灯されていないからになります。したがってポンド円の2024年度の相場は上期続落調整、そして下期は急騰前水準のサポーティングゾーン確認の有無を観察した上で来年度の年末にストラテジーの検証及び整合をしていきたいと考えています。時刻は12月の31日朝の7時半前後です。本日ご視聴いただきましてありがとうございました。